おはようございます。ワイケです。青森にある道の駅浅虫で一晩休ませてもらいました。近くの砂浜を散歩していると、小学生ぐらいの男の子が話しかけてくれました。うちも柴犬を飼っていると言っていて、少し話をしたんですが、青森は津軽弁ですかね。東北の柔らかい感じの方言は聞いていて心地よかったです。僕も岡山なので方言はかなり出る方ですが、岡山弁とはまた違ってほっとするような純朴な印象に、東北の人の人柄の良さが出ているような気がしました。味噌汁にもホタテ入ってる。このうどんはお鍋に入れる。座っとる。お座りしずく。踏み出しだけ。もう栗がなるよな、ここは。まじゃあまさに栗の取れる。栗いっぺい取れるけな。でも2にはいけんけどな。火炎時期にやってるけどな。その縄文時代のその栗とかの渋抜きの方は、今もずーっと受け継がれてるって書いてある。もう人間の DNA でそのできんかった人はおよそ2キロ先、右方向です。生き延びれん。
十和田八幡平国立公園に入り、十和田湖沿いを走りました。昼だと景色の良いドライブコースだと思いますが、夜はひたすら緊張感漂う真っ暗闇で、高速の明かりが見えた時には二人して安堵しました。おはようございます。今日は秋田県大館市にいるはずです。で、この大太鼓の館っていう建物の隣にある道の駅で休んで爆睡してました。で、青森から下ってきて、今向かってるのは男鹿半島で、またなんかしながら帰っていくような感じです。すごい涼しいです。寒いぐらい、26度ぐらいかな。旅はまだ続きます。としこさんのおやき。例えばええよ。男鹿半島は日本海に飛び出したような形をしているので、寒風山から見ると周囲180度以上が海に囲まれていて、景色は圧巻でした。素直にここに気軽に来られる人が羨ましいです。いつも風が強いので寒風山なんだと思いますが、風がなければ車中泊場所としても最高のロケーションだと思います。これで十分すぎる。
とうございます。おめでとうございます。今年のお山の池は何様ですか？まず一休みしてください。1年に1回山から茶道さを追いに来ねばな。怠け者。まだ悪い病気の流行れば困るから。疲れはんだが今黙っておやつの話聞いてれば。孫の嫁とこかばったような言い方してる国か。このいずろ学校さえ行けば先生の言うことは一つも継がねえ。勉強してるって書かれてんですか？この大長さなら勉強の勉強もかねねえ。なんとか喉からまだまだいくらかやつはやこんなとか喉からもう3倍ぐらいやった随分下げてるな。なんでそこでやっちゃう？大丈夫だか？あのすごいね。これをみんな。くれてる？